頑張って節約しているのになぜかお金がたまらない。そんな風に感じたことはありませんか？実はそれ、日常生活でやってしまう5つの習慣のせいかもしれません。こんにちは、ゆりやめチャンネルです。今回は僕自身も300万円貯金が増えた、お金が貯まるようになった5つのやめた習慣を紹介します。では早速1つずつ紹介していきます。1つ目はなんとなくコンビニによる習慣です。これはやっている人多いんじゃないでしょうか。ちょっと飲み物だけ買うつもりが、気づけばお菓子や雑誌までカゴに入ったりして、毎回は数百円でも毎日やったら月に1万円近くなることもあるんですよね。僕の場合は毎朝コンビニでパンとコーヒーを買う、仕事帰りに夕飯を買うのが日課でしたので、だいたい月3万円から4万円近くかかっていました。コンビニを辞めればお金が浮くことは分かっていたけど、便利だからやめられなかったですね。そこで行った対策としては、買い物は週1でまとめ買いすること、そして持ち歩き用の飲み物を用意すること、他にも行くとしても薬局で買うようにする、どうしても必要なら入る前に買うものを決めておく、こんな対策を行いました。コンビニって便利なんですよね。疲れて帰ってきてご飯ないわって考えるとつい寄っちゃう。でもその便利さはお金でサービスを買っているってことなんです。だから僕は朝ごはんも夜ごはんも家にある状態を作ることを意識しています。冷凍でも何でもいいです。とにかくご飯が用意されていれば、めんどくさいからコンビニに行くって流れを断ち切れるんです。他にもどうしても雑誌を読みたい場合は、それだけを買うと決めておいてから入るようにする。これだけでも余計なものを買わずに済みます。こうしてコンビニに寄らない生活をするだけで、僕の場合は年間で約26万円浮いた計算になりました。2つ目はセールや限定品に弱くなる習慣です。今だけ 30% オフ、本日限りって言葉、つい反応しちゃいませんか？必要かどうかじゃなくて安いかどうかで判断してしまう。でもそれって結局普段ならいらなかったものを安く買っているだけなんですよね。僕の場合は Amazon のタイムセールで買った電化製品やパソコンやスマホ周辺機器、結局大して使わず引き出し行きでした。得したつもりは実は無駄遣いだったわけです。もちろん好きだから興味があるから買うわけですけれども、得られたものはお値段以下です。そこで行った対策としては、すぐ買わず48時間保留ルールを設ける、買う前に欲しかったものリストと照合する。こういうルールを意識するだけで無駄な買い物ってかなり減ります。もちろん僕も買うななんて言いません。本当に欲しいものなら買っていいんです。ただそれが本当に欲しいものなのか、それをちゃんと確かめてほしい。48時間くらい持てる、そんな気持ちがあるかどうか。でもそれじゃあタイムセールに間に合わない。それってセールだから欲しいだけじゃないですか？本当に欲しいものならセールじゃなくても満足できます。そういうものはむしろ気にせず買って OK です。僕の場合は大体ですが年間5万円から10万円くらいは無駄遣いでしたね。3つ目はサブスクの見直しをしない習慣です。音楽、動画、漫画、クラウド保存、ニュース。気づいたらサブスクだらけになっていませんか？僕も以前は合計で月5000円以上サブスクに使っていたことがあって、そんなに払ってたの？って衝撃でした。特に使っていないサービスも自動引き落としだから何年も放置で契約しっぱなしだったんですよね。対策としては月に一度全部見直す日を決める。これだけでかなりスッキリします。半年や年末に見直すとでもいいです。こうして見直して解約した分は丸々自動的な節約になりますよ。僕の場合は動画系や音楽系、漫画系と契約していて、主に使うのは2つだけ。他を解約したら年間で3万6000円の節約になりました。4つ目は現金払いへのこだわりです。クレカは使いすぎちゃいそうで怖いって理由で現金派の人も多いと思うんですけれども、実は逆なんですよ。現金だと使ったお金が記録に残らないから意外と管理しにくいんです。
僕も昔は現金で管理していたので、ATM で下ろすときは、結構使っているかも、とは思うけれども、普段は財布の中を見て、まだあるから大丈夫、って毎回なっていました。でも対策として、キャッシュレス決済プラス家計簿アプリの連携に変えてからは、自動で使った金額が見えるようになります。こうすると、今までは財布に残って金額に向けていた意識、これが使った金額に向くようになります。僕の場合は、意外と外食や忘れている出費が多いんだなって気づきました。これだけで、思ったよりやばいって気持ちになって、無駄遣いの意識がぐっと変わります。最後、5つ目は遊びや飲み会を断れない習慣です。これは本当、自分にもぐさっとくるやつでした。断ったら悪いかな、ノリ悪いやつって思われたら嫌だなって思って、乗り気じゃない飲み会にも毎回参加していたんです。でも結局、財布は空になるし、体力も奪われて、楽しいっちゃ楽しいけど、後悔も残るんですよね。対策としては、今月の遊びや飲み会費用はこの額までって先に決めておくこと。こうすると、その範囲を超える誘いは、予定があるからごめんって自然に断れるようになっていきます。もし飲み会の誘いが上司であれば、おごってもらえるなら行きますというのがおすすめ。聞きたくもない上司の愚痴を聞いてあげるんですから、飯くらいおごってもらわないと。こうしてちゃんと断っても意外と何も言われないし、自分のペースを守るってすごく大事なんだなって実感しています。僕の場合はこれで年間12万円ほど浮きましたね。日常生活でやってしまう5つの習慣、いかがでしたか？僕の場合は今回の内容だけでなんと年間約50万円、6年間で300万円という車も買えるほどの節約になりました。しかもこれ、我慢して貯めたってわけではなく、無駄かなってことをやめただけ。節約って何かを頑張ってやるより、何かをやめることの方が効果が出たりします。今回の中に一つでも、これ自分もやってるかもと思うものがあれば、ぜひ今日から見直してみてください。それでは今後もこのような動画を投稿していきますので、気になると思ったらチャンネル登録やいいねで応援してくれると嬉しいです。最後までご清聴いただき本当にありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。